剣大好き MNU です。今回はね、ワイヤー式ダイポールアンテナ SW を下げる方法をご紹介させていただきます。ワイヤー式って書かさせていただいたか、ここがね、一番のポイントとなります。ワイヤー式は特に調整する箇所が限られております。結構調整のね、難易度はもう最高難易度。本来ですとね、ダイポールアンテナっていうのは入門用のアンテナとかよく言われているとは思うんですけど、作って調整してみますとなかなかうまくいかないことも多いんじゃないでしょうか。今回ご紹介するのは、過去の動画にも複数回すでに紹介済みな内容もあるとは思うんですけど、設置した後、要は作った後ですよね。作った後に最も効果的に SW を下げる方法、これに限定して紹介させていただきます。ここで一番肝心なのが、なぜ SWR が下がらないのか。ここがやっぱりわからないとね、なかなか対策取れないと思いますので、そこをね、少しだけ説明させていただきます。共振周波数っていうのがね、一般的には SWR が一番下がったところをほぼ指すような形なんですけど、そこでのインピーダンスが50オームより、50オームっていうのが同軸 KV であり、無線機の送信部のインピーダンスになるんですけど、そこ50オームより高いか低いか、ここがね一番重要なポイントになります。 SWR の変化で簡単に判断が可能です。やっぱり50オーム前後、これ一般ね教科書によく書いてある SWR 特性ですけど、このような形でねスーッと下がって位置がある。ここでしたらね、誰が見てもここが共振周波数だっていうことでね、モチベーション高めながら調整できると思うんですけど、50オームより高かったり低かったりしますと、まだこんなんいい方ですよね。まっすぐにしか見えないような時もありますので、どこがまず共振周波数かっていうのでね、結構戸惑うこと多いんじゃないでしょうか。一般的なダイポールアンテナの調整方法なんですけど、両端のエレメントを調整して、結果的にね切ったり長くして共振周波数を調整してるんじゃないでしょうか。これですよね。ここ共振周波数。それを伸ばしたり切ったりして左右にずらして、だいたいこれが皆さんの調整方法じゃないかなと思います。当然私もそうなんですけど、50オームでない場合ですよね。こうなっちゃう場合がね、もう一番皆さん苦しいんじゃないでしょうか。今はね、アンテナアナライザーとかナノ VNA とかいう測定器ありますので、これになりましてもね、広い帯域で比較すればまだわかるんですけど、二昔前ぐらい SWR 系しかなくて、要はアマチュアの送信できるバンド内にね、こういう共振周波数が出てこない場合は非常にね皆さん苦労したと思います。共振周波数のね判断材料、これが非常に難しいんじゃないかなと思います。このような場合、その時はね、エレメントの両端をどんなに調整しても、要は真ん中のくぼみがないものは最後までないっていうんですか。あるものはねそれが左右に動いていくもんですけど、ないものは最後までない状態が続くので、気づいてしまうと明らかに切りすぎたっていうことも皆さん多いんじゃないでしょうか。で、他の調整箇所ってないのか、ダイポールアンテナ、これについてもねちょっと考えてみました。で、ここがね重要なんですけど、インピーダンスが50オームより高い場合にね、この調整方法は活用可能となります。まずね、一番確実な方法、給電部の角度を変更する。あくまでも50オーム以上の場合ですけど、これによってインピーダンス下げることが可能となります。調整の様子、簡単にちょっとね動画の方で紹介させていただきます。全体ねこのようにアンテナ設置させていただきました。地上高ですけどね、およそ 2.5 メーターあります。で、このような形でね、ちょっと角度の方がざっと見ましたら何度ぐらいでしょうか。120度ぐらいだと思います。で、こちらの方、メジャーの方、両端ともに現状は215センチにさせていただいております。上端215センチ SWR 測定いたします。共振周波数ですけど、28.98、 SWR がおよそですけど 1.2 ぐらいでしょうか。で、両端 1.5 ですけど 29.64、 28.33 になります。で、全体ですけどね、ちょっとお見せいたします。こんな形になります。こういう形の SW 特性になっております。両端ですけどね、少し紐を緩めまして、角度の方120度からおよそ90度に変更しております。で、こちらの方はね同じく215
両方ですけどね、215で調整しようかなと思います。実際に上端215、角度90度ちょっとやってみます。でエスタバードですけどね、共振周波数 29.43 して 1.5 が 28.672、 30.262 ですね。全体はこのような形でね、エスタバーの方もほぼ 1.1 以下、さらにね角度を攻めまして、およそですけど45度ぐらいになったかと思います。現状のこんな形に設置させていきまして、下の方が確か225ですね、上端225でさせていただきます。あと中心周波数がねこのような形ですね、 29.32、 エステバールも 1.1 ぐらいですね。でこのような形、 1.5 が 28.728、 もう片端が 29.83 になります。どうだったでしょうか。基本ね、もう見ていただければわかると思うんですけど、180度から角度をねこのようにつける。上下そんなには理論上は関係ないんですけど、我々の経験とか市販品見ましても最近はねやっぱこちらが多いっていうんですか。ただこのタイプの方がやっぱり地上高が高くなりますので、アンテナの効率もいいと。でなおかつ地上高が上がることによってアンテナの周りの影響するものも少なくなるっていうのでね、今の流行はこれなんですけど、ただワイヤー式の場合ですとね、これがうまくいけたらいいんですけど、これもありかなと。基本どっちでもインピーダンス下げることが可能となります。インピーダンスが50オームより低い場合、この場合はね給電部を左右に移動させるっていう方法があります。この方法なんですけどね、30年ぐらい前までは結構流行ってて OM 各局された方もいるとは思うんですけど、結構ね、個人的にはやっぱりリスクがある方法じゃないかなとちょっとまだ今でも思っております。でもやっぱりね、ワイヤー式のアンテナの場合ですと、すでに完成して設置済みの場合ですと打つ手がもうすでにありませんので、そういう場合はね非常に有効的な方法だと思います。一応業界内ではね、オフセンターマッチング、要はセンターをずらしたということでね、オフセンターマッチングという名称で呼ばれております。こちらの方のね調整方法も動画の方で見ていただければと思います。およそ角度30度にしましてね、実際に給電部のインピーダンスをね思い切って50オーム以下に下げるように努力してみました。で現状ですけどね、現状の上端は235になっております。235で上端やっております。上端、角度30度、角度30度、両端235センチ S ダバールを測定させていただきます。まずこのような形ですね。中心が 28.5 ぐらいで、インピーダンスも25オームぐらい、50オーム以下になっておりますね。で全体のバンドがこの間の S ダバールがこんな形になっております。ある意味非常にねありがちなダイポールアンテナの特性になってるんじゃないかなと思います。先ほどと違うのがね、同じ S ダバーが高くてもインピーダンスが50オームも低いっていうところがね重要かと思っております。はい、早速ですけどね、こういう形でアンバランスの給電ちょっとテストしてみたいなと思います。給電部のねセンターをずらすっていう意味合いで、今回はねちょっともう過去のデータにもあるんですけど、思い切ってね170センチ、片端をね170センチまで下げております。でもう片端をねちょっとずつ伸ばしていきます。今235はあるのをね270ぐらいまで伸ばしてみます。ちょっともう治療法がないんでねこうさせていただきます。でこういう形でねもう山間で調整するような形になっちゃうんですけど、片一方思い切って短くしましたね。このような形で、あれもういきなり下がっちゃいましたね。申し訳ないです。ただねこう下げますと給電部のねがもうちょっと下げる必要があると思いますので、あと290ぐらいまでやります。290、こんな形ですね。ちょっと低すぎかな。したら250、こういう形ですね。250、こういう形でね、メジャーですからね簡単にできるんですけどね、こんな形でそうですね、これぐらいが一番特性的にいいんじゃないんでしょうかね。S ダバール特性の方ちょっとご報告させていただきます。中心周波数がね 28.8、 両端が 28.168、
29.4 ということでね、ポイントはやっぱりインピーダンスがまがいなりにも50オームまで上がったっていうところがねポイントじゃないかと思います。その代わりね、こっちの方が片端が170センチ、もう片端が285、ものすごくアンバランスです。こういう形でね、エスターバーとインピーダンスだけがあったということだけはご報告させていただきます。どうだったでしょうか。コツとしましてはね、皆さん、こういう形でセンター、実際にこうやってね、絵で描くと簡単に動かすことができるんですけど、実際ダイポールを作りますとそうもいきませんので、通常はだいたい片一方 30% ぐらい、20から30ですね。ちょっとこの辺はもう勘に頼っているような状態です。もう片一方30% 短く、どちらかをねちょっと長めっていうんですか。でないと切っていくのは簡単ですけど、短いエレメントを伸ばすのはめんどくさいので、その辺はね長さの加減っていうのが必要となりますが、だいたい20から 30% が一つの目安じゃないかなと思います。で実際ね、この50オームより高いのか低いのか、残念ながら S ダバーだけではねなかなか判断ができません。その判断方法っていうのもね一例紹介していきたいなと思います。アンテナアナライザーものすごく便利んですけどね、特にこの SWR、 これはもう画期的なぐらいまで便利いいと思うんですけど、このインピーダンスにつきましては同時ケーブルの影響を結構受けますので、判断が実際は難しいです。例えば 5m、 10m、過去にもねすでに実験の様子ご紹介させていただいておりますけど、同時ケーブルの影響を受けますと、もうインピーダンスが反転っていうんですか、20オームぐらいのものが100オームぐらい、100オームぐらいのものが20オームと出る場合もありますので、アンテナアナライザーで出るこのインピーダンスですよね、ちょっと要注意。同時ケーブルにつきましては2分の1波長の整数倍、電気的な長さの整数倍だったらうまくいくっていうことは分かってるんですけど、なかなかそういうのもねすぐには準備できないと思います。でもう一つやっぱりね一番のおすすめがナノ VNA と言われる、VNA という非常に高級なやつを簡素化したものです。実売価格が1万円前後、今ちょっとね私もこの前買ったばかりでかなり高騰してるんで一概には言えないんですけど、これはね夢の測定器と言われておりまして、同時ケーブルの影響を完璧にキャンセルすることができます。同時ケーブルを含めて構成しないところで意味がないので、実際にフィールドで実際にそれもトラブった時にやり始めると結構ね作業的には面倒じゃないかなと思います。特別なね測定器がなくても判断できる方法を一つだけご紹介させていただきます。これ見ていただいても分かると思うんですけどね、ダイポールアンテナにいろいろな方法があると思います。できればですけどね、120度ぐらい角度をつけていただく。例えば紐を揺らして、ちょっと下の方にエレメントを垂らすとか、これだったらそうですね、インバーテッド V ですと両端の紐を緩める、またはねインバーテッド V の真ん中を下に下げる。ダイポールですとね、もう両端下げますと真ん中が多分重いと思いますので、こういう形に V の字になると思いますので、多少角度をつけてみて、その変化っていうのを見ていただけると一つの参考になるんじゃないかなと思います。こういう SWR が先ほどのように角度をつけることによって、こういう方向になればインピーダンスが高かったっていうことがね判断できるんじゃないかなと思います。こういう形でね変化すれば50オームよりも高いインピーダンスやということで調整のね方向性が出るんじゃないかなと思います。変化しない場合はね反対に50オームより低い場合じゃないかなと思います。この方式必ずこの角度を変えますと共振周波数が大きく変化する場合が多いです。ですので本当にね送信機を使った SWR 系使われる場合ですと十分ご注意いただきたいなと思います。逆にアンテナアナライザーですとね、こういうものはもうちょいちょいでね測定できるんじゃないかなと思います。であくまでもね今回からお話しする経験値、もうこれは申し訳ないです。もう設置方法とかいろんなのがあるんで一概には全く言えないんですけど、多分 OEM 各局もね大体こんな方向性やっていうのはね大体薄々気づかれているんじゃないかなと思うのをね簡単にまとめてみました。多分ですけど14メガぐらいまでは50オームより高いインピーダンスが高い場合が多いですね。経験上は意外と50オームより高い傾向のアンテナが多いんじゃないかなと思います。逆に7メガ、3.5 メガ、こういう場合はねかなりの確実で50オームより低い場合が多いと思います。7や 3.5 ですと先ほどのようなチェック方法
簡単にできるかっていうと、アンテナもねいろんなものに接触しかかるような形で設置してますので、多分できないと思うので、7や 3.5 はもうダメ元で、最悪エレメント捨てちゃう可能性も出るとは思うんですけど、 30% ぐらい伸ばしたり短くしてオフセンターをずらす方式の方から最初にアンテナを作っちゃった方が早いことが多いです。で、今回のまとめになります。正直言ってこれやっぱりダイポールアンテナ、特にワイヤー式ダイポールアンテナは本当に奥が深いなと思います。もうとにかく触れる要素がないっていうのが一番の問題っていうんですか、これがねワイヤー式アンテナの最大の強みでもあるんですけど、弱みでもないんじゃないかなと思います。とにかくね、素人が作るのには結構苦労が多いんじゃないかなと思います。で、個人的な意見なんですけど、ワイヤー式より21メガぐらいでしたらね、アルミパイプを使ったダイポールアンテナの方が数段調整が楽だと思います。これもね、参考動画もうすでに上げておりますので見ていただければ分かると思うんですけど、決して太いアルミパイプっていうのも構造によっては必要ないと思います。できればね、アルミパイプで自立させて、で大抵の場合ですと180度じゃなくてもうすでに120度ぐらい角度をつけないとインピダンスが下がらないと思いますので、アルミパイプですとねもう自立してます。角度をつけるのも簡単ですので、ぜひともね121メガより高いダイポールアンテナ作られる方は、今の時代できればねこういう形でアルミパイプなどを使って自立さす方向、ぜひとも考えていただければと思っております。結果的にね、やっぱりなぜ市販品に V 型ダイポールが多いかというと、やっぱり V 型にすると調整も楽ちん、あそこの角度によってインピダンスのマッチングも調整できます。でやっぱりね、周りの影響も受けにくいですので、さらにねアンテナの再現性というのも良くなってきますので、ぜひともねワイヤー式アンテナ、やっぱり 7.3.5 はねもうこれはワイヤー式アンテナもう避けては通れないとは思うんですけど、21メガぐらいからですとねアルミパイプ簡単に手に入ると思いますので、ぜひともねそっちの方でもトライしていただければと思っております。でもう一つで、ローバンドの場合なんですけどね、もう先ほども説明したんですけど、ローバンドの場合はやはりもう最初からオフセンターで作ってしまうのもよしで、以前の動画っていうんですか、私的にはオフセンター内心ちょっとやっぱりアンマッチングかな、あんまりおすすめするのもどうかなっていうので、基本的にはねガンバーマッチの方が好きっていうんですか、ちょっと見慣れたな見てしまいますとね変なものがついてますけど、ヤギアンテナでも結構実績のありますガンバーマッチング、ああいうものもねぜひとももう作った時にインピダンスが合わないであろうということでね、再興した状態、マッチング回路をつけた状態でね 7.3.5 作ってみるのも一つの方法だと思います。時代とともにねいろんな付帯設備、いろいろな OEM さんがね発表されていると思います。ぜひともそういうのを見ながら 7.3.5 それ以下のね周波数のダイポールアンテナを作られる方はね、ぜひとも制作する前にいろんなね対策とか方向性考えていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。